今日の昼食もうまかった。午後の英気をしっかりと養えそうだ。あとはデザートを。セベクさん、お隣よろしいですか？他に空いている席が見当たらなくて。アズール先輩か。別に構わない。僕はそろそろ食べ終わるしな。ありがとうございます。そういえば明日はセベクさんの誕生日だとか。何か欲しいものはありませんか？入手難易度の高いものでも特別に取り寄せて差し上げますよ。いらん。見返りに何を要求されるかわからんからな。そもそもなんで僕の誕生日を知っている？やはりオクタビネルのやつらは油断ならない。僕の隣に座ったのも商売目的だったのだな。まさか。相席は本当にただの偶然ですよ。ですがもし気が向いたらいつでもお声掛けを。今後も気が向くことなどない。失礼する。この辺りは異常なし。寮にいつ何時よからぬ企みを持つ不届き者が紛れ込んでくるやもわからない以上、マレウス様の従者として寮の巡回は毎日欠かすことができんな。まあシルバー、西側も異常なしか。ちゃんと隅々まで確認したんだろうな。お前はぼーっとしているからな。見落としがないか気がかりでならん。見回りの途中に居眠りはしなかっただと？馬術部の活動中に散々寝ていただろう。巡回中にまで他民を貪るな。僕は北側を巡回する。お前も南側の警護に心して当たれ。寝るなよ。さてと、寮内の見回りを終えてシャワーも浴びた。優秀な従者は知力も鍛えてこそ。さあ部屋で勉学に勤しむぞ。宿題も終わったことだし、魔法師の復習をしよう。どこで何が起きたかは頭に入ったが、教科書の記述通りだと一連の出来事の流れや因果関係がどうにも把握しきれん。授業中に取ったノートの内容をまとめ直して情報を整理してみるか。お前たちうるさいぞ。ガン首揃えて何をうなっている。魔法解析学の宿題でどうしても解けない問題があって困っている。このままうなり続けられたら僕が集中できん。どれ見せてみろ。なんだこの問題か。こんな簡単なことも理解できないのか。授業を聞いていればすぐに解けるじゃないか。こんなことではマレウス様の率いるディアソムニア星の名が泣くぞ。やれやれ、仕方がない。僕が教えてやろう。感謝するがいい。何？態度がでかい。教わる立場で文句を言うな。まず使うのはこの公式だ。そうして導き出した数字を今度は別の公式に当てはめて、これが回答だ。やっと理解できたようだな。今後はもっとディアソムニア生としての自覚を持って勉学に励むように。感謝するけどやっぱり態度がでかい。教わっているお前たちの方こそなんだその態度は。今日の授業の復習と明日分の予習は終わった。あとはこれに回答するだけだな。マレウス様と同じ学び屋に通い、同じ寮で生活している。この状況で望むことはただ一つ。マレウス様の隣室にしてほしい。従者としていつでもマレウス様をお守りし、お力添えできるように心がけているが、部屋がお隣なら
何かあったらすぐに駆けつけることができる。朝のご挨拶も一番にできる。隣室ならばどんな劣悪な環境でも構わない。早急に実現願うと書き添えておこう。アンケートの記入も終わった。寝支度を整えて小説の続きを読むとしよう。昨日は気になるところで時間が来てしまったからな。ここであの参謀が登場するのか。確かにこの時代に存在はしていたが、この接点は面白い解釈だ。この作者はやはり外れがない。どの話も歴史に忠実ながら新しい視野を取り入れていて予想がつかんな。文章表現にも迫力があって重厚な歴史を綴るのによく合っている。ついのめり込んでしまうな。史実通りならこの後は歴史的な大飢饉が起こる。主人公はどう行動するのか。このまま読み進めたいがもう就寝の時間だ。続きは明日の楽しみに残しておくとしよう。おお、朝か。まだ眠い。しかもなんだか肌寒いじゃないか。まだみんな寝ているし、僕もしばらくこのまま。いや、ダメだ。カーツ、僕は起きるぞ。己を律せぬ未熟さを理由に心地よい寝床の誘惑に屈するなど言語道断。マレウス様の従者がだらしない姿を晒すわけにはいかん。よし、洗面室に行くぞ。さっぱりした。いつもの化粧水をはたいておこう。これをしないとすぐに乾燥して荒れてしまうから困りものだ。さて次は髪。ポマードを少量取って手のひら全体に薄く伸ばしたら前から後ろに流すように口を使って均等に髪になじませていく。髪が言うことを聞かん。ナイトキャップをかぶるようにしたら寝癖はだいぶ少なくなったが、髪質まではどうにもならないな。しっかり固めたと思ってもすぐに跳ねてくる。このくせ毛め、おとなしく毛流れに沿って撫でつけられろ。また飛び出した。だが僕は諦めないぞ。絶対に完璧な髪型に整えてみせる。よし、完璧にセットできたぞ。マレウス様の御前に出る際はやはりきっちりとした髪型でないと。さて手についたポマードを石鹸を使ってしっかり洗い流さねばな。あとは日焼け止めと唇に乾燥防止のクリームをつけて、これでいいだろう。いや待てよ、護衛の務めのためにも手のケアをした方がいいとリリア様に言われたんだった。今日は誕生日、縁起もいい。いただいたハンドクリームの封をありがたく切らせてもらおう。蓋を開けた瞬間にいい香りが。このハンドクリーム香り付きだったのか。柑橘と森の若い木々の匂いが入り混じったような、なんとも爽やかな香りがする。たまに軟膏を使うが匂いのついたクリームは初めてだ。おお、塗ったところからいい匂いがする。僕にはちょっと洒落すぎているような。おかしくないだろうか。いや、せっかくリリア様がくださったのだ。胸を張って身につけるとしよう。セベクさん、おはようございます。アズール先輩か。昨日に続いてよく会うな。ところで今日のセベクさんは昨日より大人びた印象を受けますね。ああ、
その香りのおかげかもしれません。森林のような爽やかな印象、素敵な香りですね。ああ、新しいハンドクリームを使ってみたんだ。僕には過ぎたものかとも思ったんだが。いいえ、よくお似合いですよ。一つ大人になる日にふさわしい良い選択だと思います。そうか？そうならいいんだが。お誕生日おめでとうございます、セベクさん。今日は楽しんでください。一応礼は言っておこう。思いもよらず嬉しい言葉を送られてしまったからな。